皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアが半導体不足に非常に苦しんでいることを取り上げていこうと思います。現在ロシアはウクライナに侵略しているために欧米からの制裁を受けているところです。そのためまともな半導体を入手することが非常に困難な状況になっています。ロシアは中国からなんとか足りない半導体を入手しようと試みています。ところが敵対していないはずの中国はまともな半導体をロシアに渡していないということが報じられています。一体どのような惨状になっているのか関連ニュースを見ていきましょう。ロシアが中国から輸入した半導体の不良率が 40% に達しているとロシアメディアが報じる。西側諸国からの厳しい経済制裁を受けているロシアでは友好関係を維持している中国からの輸入が増加しています。ところがロシアの経済誌であるコメルサントは中国から輸入した半導体の不良率が 40% に達していると報じており、わずか数ヶ月で不良率が 1900% も上昇しているとのことです。2022年2月にウクライナ侵攻を開始したロシアは西側諸国による厳しい経済制裁に直面しています。侵攻開始直後にはインテルや AMD、TSMC がロシアへの半導体販売を停止したほか、サムスンなども半導体を含む製品の出荷をストップしました。その結果、2022年6月には世界のロシア向け半導体輸出が9割減少したと報道されており、ロシアはハイテク製品や軍事製品にとって欠かせない半導体の確保に苦しんでいます。そんな中でロシア企業は製造メーカーが意図していない中国のグレーマーケットからの輸入量を増加させているそうです。ところが経済誌コメルサントによると、中国から輸入した半導体の不良率はここ数ヶ月で急激に増加しており、ウクライナ侵攻前には 2% ほどだった不良率が最近は 40% にまで高まっているとのこと。海外メディアのザ・レジスターは、多くの部品で作られた製品は品質上の問題が起きる可能性が高いため、2% の不良率でも問題があります。40% という不良率は製品を作るための半導体とは思えないような状態ですと報じています。記事はここまでなので少し補足をしておきます。中国の半導体グレーマーケットとは、現在世界的に半導体不足が叫ばれている状況ですから、正規販売では買えないという時の入手経路の一つです。ただし、このグレーマーケットで流通している半導体は基本的にはまともな品質だとは期待してはいけません。まず第一に、使用済み半導体が新品として市場に流されていることがあります。この中でもまだ良い部類は、スマートフォンの解体して出てくる半導体です。スマートフォンは非常に新しい半導体が使われていますから、数年前のスマートフォンを解体して出てくる半導体はまだまともなものと言えるでしょう。ただし、中古品である上に、基板から取り外した後の半導体はまともに動作するかについて当然のように保証は全くありません。次に、半導体製造受託業者などからの不正流出。これは、製造を請け負っている会社が、本来であれば、規定数量だけを作るのですが、こっそりと契約量以上に製品を作り、裏マーケットへと流しているパターンです。そして3つ目の流通主体は偽造製造された半導体です。中国ではコピー商品が大量に作られています。それは半導体の分野においても例外ではありません。見た目は有名メーカーの製品っぽいものであったとしても、その中身が本当に正規品であるとは限らないのです。当然のようにまともに機能するかどうかは非常に怪しいものです。最後に、そもそもクズも出回っています。納入された後にも全数検査は欠かせないもので、しかも全数検査したとしても、どれほどが使えるものになるかは全くわからないジャンク品の塊だと言えます。ロシアの場合、不良率が 40% ということもあって、受託製造会社が契約量以上に作って裏マーケットに流したようなものよりもさらに劣悪なものです。ですから、売る方もそもそもゴミ同然だと分かっているものに高値をつけてロシア企業に売りつけているものも大量にあるのでしょう。こうした輸入半導体が全く当てにならないという状況もあって、ロシア国内ではすでに出回っている中古家電製品の汎用半導体を取り出して、なんとか軍事用に転用できないかと試みているそうです。制裁の影響を受けて身動きが取れなくなっているというニュースは他にもあります。ロシア国産航空機に切り替え、制裁で整備困難。ロシア政府は海外製航空機を国産モデルに切り替えるため、政府系ファンドから日本円で約 3.4 兆円を確保することを計画している。西側諸国の制裁を受けて、航空機の整備に必要な部品の調達が難しくなっていた。チルアノフ財務大臣が17日の下院予算委員会で明らかにした、ボーイングやエアバス機を
ロシア企業スホイ社、イルクートなどに置き換える資金をリース会社に提供するというシルアノフ氏は、ロシアの航空機メーカーはリース向けの需要が保証される。機体は国内航空会社で利用されることになると説明した。この前段の話としては、ロシアはウクライナ侵攻する以前から西側製の旅客機を大量にリースして利用していました。ところが、侵攻以後においては制裁の対象となり、リースで使っていた航空機を契約途中でも返却しなさいと求められ、これに応じず、リースした航空機を丸々強奪してしまいました。このような動きに対して、部品の供給は以後行わないし、メンテナンスも当然のように一切提供しないといった制裁を受けています。それに伴って代替となる部品なども調達できないことから、旅客機は徐々に飛べば飛ぶほど危険な状態となり、今や部品の調達ができない、全く飛べなくなった旅客機も続出することが確実な状況になっています。そのため、ロシアの国産旅客機へと切り替えることが計画されているわけです。ただし、現代の半導体がまともに手に入らないロシアで作られる旅客機というのは、当然のように世代としてはかなり古いものとなるでしょう。一方、苦しんでいるロシアとは全く反対の動きを少しご紹介しておきましょう。こちらは世界的にも半導体の生産の一大拠点となっている台湾のニュースです。アメリカ、台湾と武器共同生産へ協議。中国抑止へ提供前倒し。バイデン政権が米国製の兵器を台湾と共同生産する案を検討していることが分かった。携行型の防空システムや弾薬を念頭に置く。台湾有事に備えて協力して生産能力を高める。武器提供を早めて中国抑止を急ぐ。米台の共同生産をめぐって、関係者の一人は初期段階の協議が始まったと認めた。アメリカの防衛企業が技術供与をして台湾で武器を製造したり、台湾で作った部品を使ってアメリカで生産したりする案がある。バイデン政権が共同生産を検討するのは引き渡しを早めるためだ。一般的にアメリカ政府が武器売却を承認してから引き渡しが完了するまで数年から10年程度を要するケースが多い。一方で米軍は中国が2027年までに台湾侵攻能力を取得すると分析しており、台湾の自衛力向上に残された時間は限られる。ウクライナ向けの武器供与が急増し、アメリカだけで世界の武器需要を満たすのが難しくなった事情もある。アメリカ戦略国際問題研究所のマーク上級顧問は、携行型の防空システムスティンガーや高機動ロケット砲システムハイマースのアメリカの在庫について乏しいと指摘した。スティンガーはアメリカ防衛大手レイセオンテクノロジーズ、ハイマースはロッキード・マーチンがそれぞれ製造している。台湾の国防部はスティンガーについて2026年3月までに順次受け取る計画だったが、納入ペースが遅れる可能性があると明らかにした。ハイマースの受け取り完了は2027年、対艦ミサイルシステムハープーンは2028年頃と見られている。日経が入手した2022年春のアメリカ議会の資料によると、アメリカ政府が2019年7月以降に売却を承認した案件では少なくとも10件の武器の引き渡しが完了しておらず、規模はアメリカ政府の見積もりで約1兆9000億円を超える。台湾の国防部は日経の取材にアメリカに台湾への武器納入を急ぐよう要請していくと述べた。記事では書かれていませんが、これ以外にも戦闘機 F16 の最新バージョンについても引き渡しが遅れるという話などもあり、台湾のように工業用の部品や半導体を作れる国であったとしても、なかなか兵器を揃えるのが難しい状況になっています。半導体不足に苦しむロシア、その半導体不足を補おうとして中国のグレーマーケットに手を出しました。しかしそれは大失敗だったと言えるでしょう。今回のように不良率 40% を記録する状態というのは明らかに大量のクズをつかまされた証拠だと言えます。そしてそのような大量のクズをつかまされたということは当然のように中国政府ですら口利きを全くしていないことの証拠だと言えます。中国政府が全く便宜を図ってくれないのは、そもそも今ロシアに味方してアメリカからの制裁を招くようなことになれば、もっともっと中国の半導体産業にとっては逆風が吹くこととなり、ロシアに便宜を図るにはあまりにもデメリットが大きすぎるのです。元々の話として、ロシアによるウクライナ侵略、それがうまくいかなかったとして、ロシアが弱体化すること、それ自体は中国にとっては何も困るわけではありません。ロシアが弱体化して大きな北朝鮮まで劣化してくれれば、中国にとってロシアという国は大量の鉱物資源やエネルギー資源、そして穀物などを
安く調達するための非常に良い植民地となり得るからです。一方でロシアは半導体がまともに手に入れられないといった状況の中で、徐々に国内製造業は衰えていくこととなります。二つ目に紹介した記事でもあったように、ロシアは旅客機を国産のものへと切り替えていこうとしています。しかし、半導体が手に入らないような状況の中で作る旅客機というのは、当然のようにアナログ感満載の旅客機になるでしょう。例えば、現代の旅客機であれば、離陸後の安定飛行の際には自動操縦モードなどがあります。これは半導体が大量に使われているからこその自動操縦モードであり、半導体なしにそのようなことができるわけではありません。旧ソ連時代まで戻るにしても、現在のロシアには旧ソ連時代よりもさらに劣化しているかもしれないと言われる惨状があります。なぜならば、世界的に貿易ができるようになって、西側諸国などから、もしくは中国などからさえでも、安くてそこそこの品質のものがロシア国内に輸入して使えるような状況になった時に、別にロシア国内で作らなくても良いじゃないかといったもので、様々なものがもう作られなくなってしまったということもあるのです。その代表例として言われているものがベアリングで、多くの機械機器には使われているものなのですが、海外から輸入した方が品質もいいし安いしといったことで、ロシア国内の企業は多くが淘汰されて、現在ではまともなものが作れないとさえ言われています。まともなものが作れないというのはさすがに言い過ぎでしょうが、まともなものを作ろうとするとコスト的に世界的な競争力がないために実用的ではないとも言えるのです。半導体ばかりがどうしても目立つわけですが、そのようにして高度な製品ではなかったとしても、ロシアの現在の工業力では様々なものが作ろうとしても作れない。そして作れたとしてもコスト的に全く見合わないといったことが様々なところで、ロシアの軍事力であったり、ロシアの家電製品であったり、自動車などを作れなくなってしまうのです。戦争が長引いたとしても、制裁が長引いたとしても、ロシアは全く痛くも痒くもないという人たちがいるわけですが、私はそれとは全く逆で、戦争や制裁が長引けば長引くほど、ロシアはより一層ソ連時代へと帰っていくと私は思っています。一方で今回最後に取り上げた記事においては、半導体の一大拠点である台湾においては、これからアメリカの兵器を自国生産するかもしれないというニュースが流れています。これは世界的に言っても今、軍備を見直そうという動きが出ており、台湾においても台湾が必要なものはもう台湾で作ってしまってはどうかといった流れが生まれ始めているのです。特に台湾においては半導体を自分の国で作れる力があるわけですから、ある程度技術供与や必要な設計などを受け取ることができれば、台湾国内である程度の兵器は製造できるはずなのです。もちろんそうした外部で生産することに関しては、アメリカの議会においてもいろいろ議論はあるでしょう。しかし、アメリカの製造能力を超えた勢いで現在、欧米では軍備拡張の動きが出ていますから、台湾においても携帯型の対空ミサイルであるとか対艦ミサイルの自力生産といったものが今後は始まっていくかもしれません。それは当然のように台湾の防衛力強化へとつながっていくことでしょう。このあたり、半導体不足に苦しむロシアとあまりにも対照的に工業力のある台湾においては、その工業力を生かして防衛力を伸ばすことができるというのが鮮烈な差となって現れてくるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。半導体不足に苦しむロシアは中国のグレーマーケットに手を出して何とか問題を解消しようとしていますが、今のところは全くうまくいっていないようです。一方で半導体の世界的な生産拠点である台湾は今後の中国との関係性を考えて、もう台湾で作れるものは作ったらどうかという考えがアメリカにあり、自国生産の道が開けようとしています。先端技術を保有し、工業力を高く維持することがどれだけ大事かといったことがわかる今回の話だったと私は思っています。あなたはどう思われるでしょうか？それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。なお余談ですが、YouTube のこのチャンネルはチャンネル登録者数が15万人を突破しました。私が時事ニュースについての話を動画にして投稿し始めたのが2019年ですから、少し時間はかかったかなという思いはあります。ただし、ゆっくりではあるものの、確実にチャンネル登録者数が伸びているのはとても嬉しいことです。これからもぜひとも私のチャンネルの動画を見ていってください。それではまた次の動画でお目にかかりましょう。またね。